そっか。この事件の真相は、そういうことだったんだな。確かに、旦那のそのロジックなら、筋は通るわ。じゃあ、この場合って、僕たち、一体どうすればいいんですか？ヘビちゃん、そんなこと決まってんだろい？投票だよ、投票。そんでこの裁判は終わりってことや！そうだね。私も特に反論はないぞ。君はどうにゃんだ？みゆき。それが、お前の出した答えなんだな、相棒。ああ、これがこの事件の真相だ。俺たちはずっとあいつに惑わされてただけだったんだよ。わかった。それならば、乗ってやろうじゃないか。信じる相棒が出した、その答えってやつに。よっしゃー！それならさっさと投票を始めちまおうぜ。そんでとっととここから脱出して、帰りにみんなでうまいもんでも食って帰ろうや。今日こそは全部お前におごってもらうからね。どんずらこくんじゃねえぞ。いいんちゃ。この三月うさぎのことなら放っておけ。無理に付き合うことなんてにゃいんだぞ。いや、そういうわけにもいかねえよ。お前たちには今までずいぶん迷惑かけちまったみたいだし。だから、この裁判が終わったら、今日はいくらでも付き合ってやるさ。本当に？約束だよ。絶対だからね。おいおい。そんなこと言って大丈夫なのか？お前はどうも最近一人で背負い込む癖があるからな。無理をしてないか、おまわりさんは心配なんだよ。大丈夫だって。それに、今日は特別なんだ。すべての謎は解明された。これ以上の議論は時間の無駄だな。さあ、投票を始めてくれ。タミくん。ねえ、ハタミくん。なんだ、いきなり。急に叫ぶな。いきなりっていうか、さっきから声をかけてたと思うんだけど、キリギリさんの遺体を初めて見たとき、意識を取り戻した後の状況をもう少し詳しく話してほしいんだ。ああ、そのことか。少し前に話した通りだ。男子更衣室の警報の音で目を覚まし、不審に思った俺は更衣室に入り、そこであいつの遺体を見た。その時、キリギリさんの遺体に触れたり、現場のものを動かしたりはしなかったの？もちろんだ。遺体はおろか、室内のものには指一本触れてね。遺体を発見した後は、
お前たちを呼ぶためにすぐに更衣室を出たからな。足の怪我のせいで多少時間がかかっちまったが。キリギリをそのまま放っておいたのか。目の前に誰かが倒れていたら普通は助け起こすものだろう。お前の中の常識を俺に押し付けるな。殺人事件が起こった以上、他に目撃者がいない状況で現場を荒らす真似をしないのが俺の常識だ。それにあの時は他にも予期していない事態が起きたからな。これ以上この場にいない方がいい。直感的にそう思って現場を離れただけだ。これで証明できる。それって停電のことだよね。そうだ。今思えばあれは更衣室の扉を開けた時とほぼ同時だったな。数分の暗闇の後、明かりが戻った時にあの女を見た。正直な話、わけがわからなかった。直前まで俺を追っていた奴がなぜか目の前で死んでたんだからな。それで結局ビビって逃げ出したところで私たちに出くわしたってわけね。キリギリが死んだのは12時頃。ホールドノバによると停電が起こった時間は11時57分。停電の原因は漏電だったはずだ。間違いねえよ。この時間に関がキリギリを感電させて殺したんだ。あん時の停電だってきっと野郎の仕業に決まってんだよ。でもあんた自身がその時間に1階の廊下でこいつと出会って話をしてるんでしょ。ちなみに停電中にその場を抜け出して犯行に及んだんじゃないかとか妙ちきりんな推察をするのはやめてくださいね。あの時はどこかの誰かさんが情けない悲鳴を上げながらずっと僕にしがみついていましたから、その人のおかげで停電中のアリバイもしっかりとありますよ。誰？島子とか。うるせえ。そんなことはどうでもいいだろ。なんだ今の情けない声は。アクションアクション。ちょっと何よこんな時に。緊張感がないわね。くしゃみをするときは手を添えなさい。ごめん、ちょっと体が冷えちゃったみたい。遺体を発見したと聞いて駆けつけた時に降っていたスプリンクラーの雨のせいじゃないか。ちゃんと体を拭かないからそういうことになるんだわ。まったく風邪でもひいたらどうするのよ。大丈夫大丈夫。後でちゃんと薬を飲んでおくから、それを飲めば一発で治るって。そういえばあのスプリンクラーってなんで作動してたんだっけ。それを言うなら火災報知器もだよ。あの2つの消火設備が作動してたってことは、あたいたちが眠ってる間に火事が起きたってことなんだよね。原因は一体何だったんだい？これだよ！これで証明できる。火災が発生した原因、
それは現場にあった畑見くんのライターの火が更衣室のタオルに燃え移ったことで起こったんだよ。ライター？まさか関のやつがキリギリを焼き殺そうとして。ちょっといくらなんでもそれはないでしょう。そんな極悪非道なことをこの僕がするとでも思いますか？その点についてはレイブンもミスター関に賛成だな。ミスター松岡の言った方法で殺すつもりなのであれば、わざわざスプリンクラーが設置されている更衣室を殺害現場に選ぶはずがない。それにミスキリギリの死因はあの体に巻きついた延長コードからの感電だったはずさ。そういえばそうだったね。と言いますか、そもそも犯人は僕じゃないって何回も言ってるんだけどな。あの薄汚いライターなら畑見さんが死体を見た時にビビって落としちゃったんじゃないですか？証明できる。現場でライターを見つけた時の状況を思い出してほしいんだけど、慌てて落としたんだとしたら普通は側面が下になって倒れると思うんだ。あんな風に底の面を下にして直立したままライターの蓋までしっかり開いているのはいくらなんでも不自然じゃないかな。誰かが蓋を開けた状態でライターを置き、そこからタオルに火が燃え移ったとしか考えられないということだな。事件の時、キリギリちゃんに攻撃された畑見は更衣室の前で伸びていたわけだから、あいつのライターを奪うことは誰にでもできたわけだよね。ってことはやっぱりあんたがライターを奪ってわざと火災を起こしたんじゃないの？だから結論は急がない方がいいですって。僕がそのライターを使って火災を起こしたとしたら、消火設備はその時点で作動してしまうんですよ。でも火災報知器が鳴り出した時間帯にはすでに僕は上田さんたちと会話をしているという絶対的なアリバイがありましたよね。消火設備が作動してから1階の寄宿エリアに向かっていては到底時間には間に合わないと思いますがね。上田くん、関くんに会ったのはいつぐらいのことだったか覚えてる？火災報知器が鳴り出して5分も経ってねえよ。それにあん時の野郎の服は別に濡れてもいなかった。更衣室でスプリンクラーを作動したその足で1階にいる俺のところまで来たとは思えねえんだ。消火設備を作動させたミスター関にあるアリバイの謎か。ライターで火をつけた後で超全力ダッシュしたんや。言っておくけど、私でも更衣室から寄宿舎まで5分はかかるよ。上田の聞いた警報の音が別の音だったって可能性はないの？あれは間違いなく火災報知器の音だったぜ。単純に僕の仕業じゃないって答えもあると思いますけどね。タイマーを使ったってのはどう？間違ってないよ。そうか、次元式の発火装置を作れば更衣室にいなくても警報を鳴らすことができるかもしれない。あ、島立ちゃんもそう思う？マジックではよく使う種だからさ。ちなみに俺のは種も仕掛けもないけどね、イリュージョンパワーしか使ってないからね。
がその発火装置とやらは簡単に手に入るものなのか？そんなもの俺は今までこの学園で目にしたことないぞ。別に専門の機械を使わなくても現場にあったもので代用すればなんとかなるかもしれないよ。タオルの燃えかすとジュースの缶をよく見比べてみてほしいんだ。同じ糸のようなものが結びつけられているのが見えないかな。本当だわ。この糸どうやら同一の素材でできてるみたいね。もしかしてこの2本燃える前は1本の糸だったんじゃないかしら。私も橋沢さんと同じ意見だよ。もともとこの糸の両端には空き缶とタオルがくくりつけられてたんだと思う。タオルと一緒に結びつけられていた方の糸が焼き切れて今みたいにバラバラになってしまったんだよ。だけどこんなものがどうやったらその次元式の発火装置になるっていうわけ？ねえねえ島立ちゃん、大発見だよ。この空き缶、そこに小さく穴が開けられてるみたい。なんだと？穴が開いてしまっていては中の液体が全部流れ出てしまうじゃないか。多分その穴こそが空き缶が発火装置の一部として使われたことを証明する手がかりなんだよ。これで証明できる。天秤だよ。タオルと空き缶を天秤の重りの代わりにするんだ。天秤ですって？でもあんなか細い糸じゃその2つを支えるのは到底不可能だわ。確かにあの糸が天秤の腕になるためには視点が一つじゃ難しいかもしれない。でも支える点となるものが2つあるとすれば細い糸でも天秤の腕の代わりにはできるはずだよ。だがその2つの点を代用できるようなものなど一体どこにあるというんだ？これで証明できる。更衣室にある2つの懸垂器。この隙間にタオルと空き缶を結びつけた糸を引っ掛けるようにして通してみるとどうなるかな。本当だ。ちょっと形は違うけど天秤みたいに2つを吊り下げることができるんだ。きっとこのジュースの缶は初めは液体がたくさん入った状態でぶら下がってたんだと思う。あとは宙に吊り下げられたタオルの下に火のついたライターを床に置いておけば次元式の発火装置の完成だよ。そこに開けられた缶の小さな穴からだんだんと液体が漏れ出ていくうちにタオルの方が徐々に重くなっていって、そして最終的には下で待ち構えているライターの火が燃え移って火災が発生する。発火装置を仕掛けた本人が手を触れることなく消火設備を作動させることができるんだ。おお、これが巷を騒がせているマッチポンプというやつか。ちょっと違うと思う。確かに今説明された仕掛けを使ってアリバイを作りましたよ。火災報知器が鳴った時に1階の廊下で待機し、ベルの音を聞きつけた皆さんと行動を共にすれば2階にいた畑見さんが黒だと皆さんも納得すると思っていたんですが、いやはやひどい目に遭いましたね。だいたい報知器が作動しても個室にはその音が届かないってどういうことだよ。設備に問題ありすぎだろうが。生徒の皆様が避難する必要がある災害が起きた場合は、個室の方には本プログラムから改めて緊急アナウンスをさせていただきます。
発生した火災は消火設備によりすぐに鎮火されましたので、緊急アナウンスの必要はないとの判断をいたしました。そういうことは事前に説明してほしいものですね。ほら見なさい。じゃあやっぱり犯人はあんたってことじゃない。はあ、少しは自分の頭を使えよ。いいですか。今証明されたのは2階の消火設備が作動した時、僕が1階の廊下にいた謎だけなんですよ。結局キリギリさんが殺された12時頃、僕は皆さんと一緒にいたんですから。今のロジックだけじゃ僕のアリバイを崩すことはまだまだ不可能ですよ。それもそっか。ライターの火や火災報知器の音じゃキリギリちゃんを感電させるなんてできっこないよね。そこを履き違えないでもらいたいな。僕を犯人だというのならちゃんと説明できますよね。は繋がったよ。関君のアリバイは崩す必要なんてなかったんだよ。キリギリさんが殺された時間帯、あなたは現場にいなくても彼女を殺すことができたんだ。1階の廊下にいたまま殺人をしたっていうの？そんなこと一体どうやって？さっきの消火設備のアリバイ作りと同じだよ。関君は発火装置以外にもう一つ次元式の殺人装置も作っていたんだ。殺人装置？一体どんな恐ろしいもんが。とても単純な仕掛けだよ。延長コードを2本使えばいいだけなんだ。コードの一つはキリギリさんの体に巻きつけられていて、もう一本はコンセントから一直線に扉に向かって伸びていたよね。先っぽが輪っかみたいになってたコードのことだよね。
あれにも何か意味があったってこと？うん。あの輪をドアノブに引っ掛けるんだ。そうすれば2本目のコードが床の水たまりに浸かって漏電してしまうのを防ぐことができる。更衣室のドアノブは細長い形をしているから、何かを引っ掛けておくことは容易にできるだろうな。なるほどね。そういう風に仕掛けをしておけば、次に誰かが扉を開けるまでキリギリちゃんは感電しないって寸法だね。ちょっと待ちなさいよ。島立の言ってることはむちゃくちゃよ。いくらなんでもその仕掛けには無理があるわ。だって扉に仕掛けをしたら関は外に出ることができないじゃない。あら、ほんまや。結局外に出るときはセッキーが自分でドアノブを回すんやから、仕掛けはそん時に作動してしまうやないか。出口に通じる扉ならもう一つ、ここにあるんだよ。なーに言うとんねん、島子。そっちの扉は出口ちゃうで。そこから先はプールに行ってしまうだけや。行き止まりにはならないんだ。だってこのプールには男子更衣室につながる扉の他に女子更衣室につながる扉もあるんだから。女子更衣室の出入り口を使ったというのか。しかし男子である関がそんなこと。まさかお前関さんだったのか。その可能性もなくはないこともないというか、まあありえないが、ミスター関はシンプルに外に出ただけなのではないか。更衣室に入るときに電子生徒手帳が必要なのは外から中に入るときだけならば、更衣室の中から外に出ていくときには対応する性別の生徒手帳は必要ないだろう。何よそれ。そんな反則技あっていいわけ？グレーゾーンですが OK です。こうなってくるともう何でもありなんやな。でもこれで全てが証明できるよ。2つの次元装置を仕掛けた関君は男子更衣室からプールから女子更衣室へと移動してその場を脱出して1階の寄宿エリアで自分のアリバイを証明してくれる人が出てきてくれるのを待つ。あとは感電の仕掛けが動いたということがわかる停電の時間までその人と一緒にいればいいだけだからね。つまり関君の完璧なアリバイはこの遠隔殺人の仕掛けがあれば何の意味もなくなるんだよ。やるじゃんこの絵。これで関の主張は根本から覆ったね。おお？セッキーのやつ反論してこうへんで。当たり前だ。島立の完璧な論証に思わず言葉を失ったんだろう。ああ、これはどうも失礼。あまりのことに言葉もありませんでした。島立さんが何もかも僕の思い通りに動いてくれるものでね。なんでだよ。てめえは殺人の動機も十分にあってずっと証明できなかったアリバイの謎だって今解明されたんだろ。だったらなんでまだヘラヘラ笑ってやがるんだよ。てめえはこれから処刑されるんだぞ。処刑？僕が？どうして？どうしてって、あんたが美晴を殺したからに決まってるじゃない。おいおい、マジかよ。これでもまだ理解できねえっていうのか？あんたら自分の命がかかってんのにルールを把握しないで学級裁判に参加したのかよ。学級裁判のルールだって？この学級裁判で裁かれるべき黒とは一体誰のことを指すのか。
あんたらはそんな初歩的なことすら分かってねえってことだよ。そんなことは俺でも分かっている。もちろん被害者のキリギリを殺した奴のことだ。黒はキリギリを殺して自分以外の仲間を騙せば自分だけはこの学園から卒業できるというルールだからな。だけど私たちを騙すことに失敗した時はその黒だけが処刑され私たちは生き延びることができる。その意味くらいは身に染みて分かっていてよ。だって私たちはそのルールで一度殺人をした黒を見つけ出し、その最後をこの目で見届けたのだから。そう、その通り。初めて皆さんとこの学級裁判をして僕たちの手で犯人を処刑台送りにしてやった時、僕の世界は大きく変わったんです。犯人が自ら犯した罪の大きさをようやく悟り、今になって全てを後悔したあの間抜け面に正義の鉄槌が叩きつけられた瞬間、悪の権下を文字通り粉砕するあの処刑ほど俺の心を震わせたものは今までになかった。あれこそが腐った犯罪者どもに負わせるべき本来の姿だ。あんたさっきから何が言いたいわけ？結局今回の事件の犯人はあんたなんでしょ？だったらその裁かれる悪の罪人はあんたってことでしょ？違う。学級裁判の黒、それは実際に被害者に手をかけた実行犯のことだ。例えば二人がかりで協力して一人の人間を殺したとして、卒業できる権利が与えられるのは最終的に被害者の息の根を止めた黒と呼ばれる人物ただ一人のみ。そしてこのルールは裏を返せば、実行犯でない人物は処刑されずに済むということだ。それってつまり大方？そっか、そういうことだったんだね。今回の事件に当てはめると、実際にキリギリちゃんを感電させて殺してしまった人が黒になる。そして関君、君はこの事件の首謀者でありながら自分自身の手は全く汚さなかった。無実の人。なんだって？関は実際には美晴を感電させたわけじゃないから、処刑される黒はこいつじゃないっていうの？そうなんですよね。結局のところこの事件で僕がしたことって、殺人鬼を打ち負かしてお疲れの様子だったキリギリさんを眠らせてあげて、男子更衣室にささやかないたずらをした、その程度のことなんですよね。そしてそのいたずらがどんなものなのかは今島立さんが全部証明してくれました。第三者の手によってドアが開かれた時、それが引き金となって被害者を感電させるトラップだったな。ちょっと待てよ。じゃあ今回の黒ってその第三者ってことになるのか？そう、僕は黒じゃない。この裁判のルールにおいては僕は洗いたてのシャツみたいに、それはもうまっさらな白ってことなんですよ。お腹は真っ暗なくせに。さて、それではこの僕にどうか教えてください。僕が黒にした人物、その人物は僕の狙い通り火災報知器の音で目を覚まし、男子更衣室の扉を真っ先に開けた人物です。果たしてそれは一体誰なのか。島立さん、ここまで言えばわかりますね。
んなことって。あなたは最初からこれが目的だったの？キリギリさんを利用して自分の狙っていた人物を偽物の黒として私たち全員を皆殺しにして自分だけ脱出するためじゃない。畑見くんを本物の黒として最も苦しい方法で殺す。ただそれだけのためにこの学級裁判を起こしたっていうの？ええ、そうです。むしろなぜ、どうして今まで僕の真意に気づいてくれなかったのか。あいつに一番ふさわしい方法でなぶり殺しにする。ずっとそう言ってたはずなんだけどな。違う。こんなこと、絶対に間違ってるよ。畑見くんは、キリギリさんを殺してなんかいない。私は、それを証明するために、この学級裁判で戦ったのに。はぁ、まだわかんねえのかよ。今まで一生懸命にやってきた、畑見さんを守るためのあんたの行動は、全部、そいつが黒だということを完全に証明するものだったんだよ。憎き殺人犯を捕まえるため、本館に多大なご協力をしていただき、誠に感謝するであります。島立殿。だから言ったんだ。俺に希望なんざ持つんじゃねえってな。お前には何度も警告したはずだ。今回の事件の首謀者。そいつの真の狙いが何なのかは、うすうす分かってたからだ。ふーん。それをわざわざここまで引っ張ったということは、やっぱり殺人鬼でも命は惜しいんですか？どのみち処刑されるんだから、さっさと黒だと認めてくれればよかったのに。はじめは、そうするつもりだった。だが、あのチビに誓ったんだよ。あいつが信じたお前という希望の本性。それを明かすまでは死ぬわけにはいかねえ。希望を持つことがどれだけ馬鹿げたことか、この場にいるこいつらにも分からせてやらなきゃならねえからな。超高校級の悪運の最後の悪あがきというわけですか。わざわざ僕の邪魔をしてから死のうだなんて。やはりあなたはどこまで行っても悪人のようですね。だがこれでお前たちもようやく分かったはずだ。希望なんざ所詮こんなものだ。結局は裏切られ利用される。持っていても何の意味もないんだ。それでもまだ希望にすがるというのなら、俺はこの身をもってその無意味さを証明する。それって全ての謎は解明された。これ以上の議論は時間の無駄だ。投票をさっさと始めろ。やだね。俺は納得できない。こんなのむちゃくちゃだよ。ただ扉を開けただけで犯人だなんて。だって悪いのは全部畑見さんですよ。みゆきを
僕の兄を裏切って、自分の仲間を皆殺しにして、今ものうのうと生きている。すべては、その男が悪いんです。みゆみゆって、セッキーの兄貴やったんか。超高校級の悪運の事件。確か被害者は皆惨殺されていたんだったな。自分の身内や友人、皆さんはそんな人にひどい仕打ちをした殺人鬼を笑って許せるんですか？その罪の報いを未だに受けず平然と生きている。そんな殺人鬼と毎日を共に過ごせるって言うんですか？それはそうは思わないけど。言われてみれば、もともと畑見の方にもいろいろ問題はあったわけだし。そう。何も皆さんが心を痛める必要はないんです。だって彼は死んで当然の人間なんですから。僕の制裁には皆さんのささやかな協力が必要なんです。それでも俺は畑見くんには投票しないよ。君のしたことはちっとも正しくなんかないと思うから。これだからガキは嫌いなんだよ。ま、いいでしょう。学級裁判での黒の決め方は多数決。皆さんはそこのマジシャン君と違って一体誰を制裁するべきか分別がきちんとつく方ですよね。待ってよ、みんな。きっとまだ何か掴んでない真実があるかもしれない。だからもう一回話し合ってみようよ。無駄よ。もう黒は自分の罪を認めてるのよ。話し合ったところで一体何の意味があるっていうの？あんたは今までよくやったよ、島立ちゃん。だけど認めたくないけど、これが真実なんだよ。わいはようわからんけど、とりあえずセッキーに賛成や。賛成って本気で言ってんの？今までのあいつの優しさは全部私たちを騙すためだったんだよ。だってセッキーだけが悪いわけやないやん。わいだってもし自分の兄弟を殺した犯人が目の前におったら、そんなやつ絶対許さへんもん。みんなお願いだよ。あと少し、もう少しだけでいいんだよ。絶対に畑見くんが犯人じゃないって証明してみせるから。だからいい加減にしろ。いつまでもつべこべと目障りなんだよ、お前。他人一人と仲間11人の命、その上その一人はこれ以上生きる理由もねえような殺人鬼だ。どっちを取るかなんざ明かりにかけるまでもねえだろうが。そんな希望さっさと捨てちまえ。俺のせいで誰かが死ぬのはもう嫌なんだよ。よかった。島立さんもやっと分かってくれたみたいですね。一時はどうなることかと思いましたが、でも僕は皆さんのこと信じてましたから。足を止めることがあっても、道を外れることがあっても、皆さんならきっとまた僕の仲間として帰ってきてくれるとそうですよね。くそー。結局俺はこいつに操られっぱなしで何もできねえっていうのかよ。
さあ、皆さん。もう無駄な抵抗はやめて、おとなしく彼に投票してください。今回の事件の発端は、殺人の動機として提示されたアンチボックスの4番目の音声をキリギリさんが聞いてしまった時から始まった。私たちはアンチボックスは松岡くんによって破壊されたものだと思っていたけど、実際は一部の音声だけ聞くことができる状態だったんだ。そして独自に調査を進めることで、その事実を知ったキリギリさんは、私たちの中で殺人を起こそうとしている人がいることを知ったんだ。きっとキリギリさんは、今度こそ必ず殺人事件を止めてみせようと決意したはずだ。そのためにも、彼女が一番信頼している人物、関君にアンチボックスについて相談をしたんだ。彼も彼女からその話を聞いたときはとても驚いたんだろうね。そしてキリギリさんにある計画を持ちかけたんだ。もちろん殺人犯を止めるためにキリギリさんは彼の計画に協力しようとしたんだと思う。まずキリギリさんは桃李さんが開いた女子会に参加した。これ以上殺人が起きないようにみんなで親睦を深める。女子会が開かれた意図はそんなものだったけど、キリギリさんの参加理由は少し違っていたんだ。彼女は保健室から持ち込んだ睡眠薬をコーヒーに混ぜて私たちに配って回った。私たちを眠らせることで、これから起きる騒動を知られないようにしようとしたんだろうね。一方、事前にキリギリさんから手紙を受け取っていたある人物は、その指示に従って図書室を訪れていた。その人物は手紙の内容から何か新しい手がかりが見つかったのかと思っていたみたいだけど、それはキリギリさんが彼を呼び出すためについた嘘だったんだ。彼が殺人を起こそうとしているアンチボックスの4番目の音声の人物であると考えていたキリギリさんは、その人物に襲いかかったんだ。おそらく襲われた方はかなり混乱したと思う。だってそもそも彼に殺人なんてそんな心当たりはなかったんだからね。そしてその人物はとっさに女性であるキリギリさんが入ってこられない場所、男子更衣室に逃げ込もうと考えたんだ。だけど結局彼は逃げることができなかった。更衣室の鍵を解除した直後、背後からキリギリさんに襲撃を受けて意識を失ってしまったんだ。標的の動きを止めることができたキリギリさんは扉を開けて男子更衣室の中に入った。更衣室の扉は直前に彼女が標的にした人物によって解除されていたから、女性のキリギリさんでも入室することができたんだ。そしてそこで待ち合わせていた殺人を止めるために協力していた相手、関君と出会った。おそらく標的の人物が男子更衣室にうまく逃げ込むことができた時は、関君がその人物を気絶させるつもりだったんじゃないかな。自分を待ってくれていた彼の姿を見たキリギリさんは、殺人を止めることができたと思って一安心したんだと思う。だけどそれこそが関君の狙いだった。実際は彼こそが殺人を企んでいた4番目の音声の正体だったんだ。キリギリさんから相談を受けた関君は、自分が殺そうとしている相手と
彼女が殺人を止めようとしている相手が偶然同一人物であることに目をつけ、逆に自分の殺人計画にキリギリさんも犠牲者として組み込むことで口封じをしようと考えた。関君は油断していたキリギリさんの隙をついて眠らせた後、あらかじめ用意していた切れ目の入った延長コードを彼女の体に巻きつけ、タオルとジュースの缶を吊り下げて簡易的な次元装置を作ったんだ。これがあれば彼がその場にいなくても火災を起こすことができるからね。すべての準備を済ませた関君はプールを抜けて女子更衣室からその場を出て、あとは自分のアリバイを証明してくれる人が出てくるまで1階の廊下で待機していたんだ。関君の設置した次元装置が発動したことで火災が発生し、ベルが鳴り出す。彼の標的だったその人物は火災報知器のベルの音で目を覚まして、不審に思って男子更衣室の中の様子を確かめようと扉を開けてしまった。だけどそれが関君が仕掛けた第2のトリックの引き金だったんだ。ドアノブに引っ掛けられていたコードが扉が開いた弾みで床に落ちて、コードに流れる電気がスプリンクラーによってできた水たまりを伝ってキリギリさんに巻きつけられていたコードに走り、彼女を感電させた。停電が起こったのはこの時だよ。1階で停電に戸惑う私たちをなだめながら関君はそこで確信したんだろうね。彼の計画は忠実に遂行され、自分の標的はキリギリさんを殺した。あとはその人物が学級裁判で処刑されるのを待つだけだということを。そしてその人物は関君に近しい存在である人の命を奪った。超高校級の悪運と恐れられる殺人鬼。畑見立明君、これがこの事件の真相だっていうの？その沈黙、異論はねえということだな。どちらにしろ初めから処刑されるべき人間だったんだよ、俺は。だからもう終わらせてくれよ。ヒス。な？ストロベリーアイス、バニラアイス、チョコレートアイス、キャラメルアイス、抹茶アイス、黒ごまアイス、ブルーハワイ、チョコチップ、マカダミアナッツ、小豆、カスタードプリン、マンゴー、ミント、キノコ、ラムレーズン、カシス、クリームチーズ、メロン、リンゴ、ゴリゴリ君、ボルシチ味。しまこ？ようやくわかったよ、畑見くん。どうしていつも危険な行動ばかり取るのか。どうして疑われてもいつも何も言わないのか。殺人鬼とか希望とか絶望とか、本当はそんなことどうだっていいんでしょ。あなたはただ自分の死に場所を求めてるだけ。自分の最後を飾ることができる理由が欲しかっただけなんだ。関君の正体を暴いて自分が処刑されることで、希望を持っていても裏切られるだけだということを証明すると誓った。それは違う。あなたはキリギリさんの死で自分が死ぬための理由付けをした。畑見君も結局キリギリさんを利用したんだよ。なんだと？
でもそんなこと絶対に私が許さない。キリギリさんの死はもう誰にも利用させない。畑見くんが自分が死ぬための理由を一つ探すって言うなら、あなたが生きなきゃならない理由を私が100個作ってみせるよ。この学園から脱出したら、さっき言ったアイス毎日私におごって、それなら畑見くんは私にアイスを買わなきゃいけなくなるんだから、死ぬわけにはいかないでしょ。はあ、なんというか本当にこの愛らしい答えだね。黙って聞いてれば。ふざけたことばかり言いやがって。今さらお前が俺に何を言おうが無駄なんだよ。この絶望的な状況は覆らねえ。なんでまだわからねえんだ。俺を殺さないとお前らは死ぬんだぞ。そうだ。あいつに投票しないと代わりに俺たちが。というか光明院さんが処刑されてしまうだろう。あら？それはどうかしら。そこの殺人鬼さんのお望み通りにしてあげたら、殺されるのは私たちということになるかもしれないわよ。まさか君がミス島立の肩を持つとはな。その理由聞かせてもらおうじゃないか。この可愛くて賢いマリン様が特別にタダで説明してあげるから、よくお聞きなさいな。いいこと？あのアナウンスの謎がある限り、彼を犯人だと決めつけるのはまだ早いのよ。アナウンスってアンチボックスの。おバカさん、そっちじゃないわよ。私が言ってるのは死体発見アナウンスのこと。地味アンテナ？私たちが遺体を見つけた時のこと、もちろん覚えてるわよね。途中で出くわした畑見くんに案内してもらって、私と桃李さんがまず初めに男子更衣室に入ったんだよね。そう。私たち2人が同時に部屋に入って遺体を発見した時には死体発見アナウンスは流れなかったのよ。だけど畑見くんが部屋に足を踏み入れた後に、これっておかしくないかしら。死体発見アナウンスが流れる条件は3人以上の人間が死体を発見というものだったはずだもの。はあ？どうしてそういう結論になるんだ。畑見さんが犯人なら3人の目撃者のうちに数えられているのはおかしいとでも言いたいんですか？死体を発見する3人以上の人間に犯人を含むってだけの話ですよ。目撃者に犯人をカウントするかどうかは明言されていませんでしたからね。目撃者の人数に犯人を含んでいたとしても、そうでなかったとしても、畑見くんが犯人だったとしたら、彼が私たちの後に部屋に入った時にアナウンスが鳴るのはありえない。そういうことだよね。畑見くんの証言によれば、彼はキリギリさんの遺体を一度目撃した状態で私たちともう一度男子更衣室に入った。つまり畑見くんが遺体を見たのはその時が2度目ということになるわ。死体発見アナウンスの目撃人数に犯人を含んでいたとしても、最初に遺体を見ている畑見くん、その後更衣室に入った私と地味アンテナ、このタイミングでアナウンスが鳴らないとおかしいのよ。一体何がどうなってるんだ。これで証明できる。
畑見くんが一番初めに遺体を発見した時、その時キリギリさんはまだ遺体となる前の状態だったとしたら、辻褄が合うかもしれない。美晴が生きてたってこと？確かにモノクマファイルにもミスキリギリが即死だったかどうかは書かれていないし、ミスター畑見の証言によると彼は彼女の生死をしっかりとは確かめていないようだったな。しかしだから一体何だって言うのよ。結局のところキリギリは死んだんだから、今までと何も変わらないじゃない。いいえ、この状況はアナウンスの条件によって大きく変わってくるわ。そういうことかい。目撃者に犯人を含むのなら黒は畑見のままだけど、目撃者に犯人を含まないのなら3人目の目撃者として数えられた畑見は白ってことが証明されるわけだね。へえ、そうなの？じゃあ教えてもらおうよ。今回のアナウンスは犯人を含むのか含まないのか。そうすれば畑見くんが犯人かどうかはっきりするんでしょ。何言ってんのさ。死体発見アナウンスは推理のためのものじゃないよ。あくまで公平に裁判を進めるためのもの。みんなに死体の発見を知らせるためのものなんだってば。学園長のご意向といたしましては、死体発見アナウンスを根拠に議論を進めることは推奨しておりません。アナウンスを鳴らす条件に関しては、明言をしていない以上はフレキシブルな対応をさせていただいております。ですので、死体発見アナウンスは黒を断定する明確な証拠にはならないということをご理解いただけますようお願いいたします。アナウンス頼りで推理をするのはおすすめしないし、条件についての詳細は話すつもりもない。どうやらそう言いたいみたいだな。条件がはっきりしない以上はどうしようもねえってことか。ちえ、ケチだな。くだらねえ。そもそもお前たちが入室したタイミングで条件を満たしていたが、アナウンスが鳴るまでに多少の時間差があっただけだという可能性を考えるべきだ。アナウンスの条件に犯人を含むのか含まないのか、それともただの時間差だったのかどうか。彼が犯人という事実の方が揺るぎない今、そんな些細なことについて話し合うだけ無駄ですね。へえ、そうね。もちろんこれだけじゃ彼が犯人じゃないって根拠にはならないわ。だけど今の話を聞いてあなたたちはどうお考えになるのかしら。あたいたちだって？ねえみんな、本当にこんな中途半端なまま議論が終わってもいいと思うの？畑見くんが犯人じゃない疑いが少しでも残っている以上、その可能性がなくなるまでみんなで話し合ってみようよ。そんなこと急に言われたって。私は賛成だよ。この絵の言うことを信じてみたいし、何より全員の命がかかってるんだしね。俺も賛成だぞ。中途半端という言葉ほど嫌いなものはないからな。あれ？犯人ってもう決まったんやなかった？俺もやるだけのことはやっておきて、関の野郎の言うことに全部従うってのも尺だしな。おやおや、これは。ああ、意見が完全に分かれちゃったみたいだね。この人数なら多数決で黒が決まると言っても君に手出しはできないんじゃないかな。バカが簡単に動かされやがって。まったくお客様を引き止めたいならこうするのよ。だからあなたは地味アンテナなんだわ。ありがとうももりさん。今回の事件は女子会でちゃんと彼女を見張ってなかった私にも非があると思ったから、その落とし前をつけただけよ。それに薄っぺらい言葉だけで
女の子を手玉に取ったきれいるような男が気に食わないってだけ。だからいいこと、あの分からず屋を説得するのはあなたの役目よ。殺人鬼のハタミンが犯人以外考えられへんやろ。松岡君、たとえ殺人鬼だったとしてもキリギリを殺す動機がないじゃないか。処刑されるのは実行犯だけというルールをお忘れですか？鳩山君、その実行犯を裏付ける決定的な証拠はどこにもないよね。彼がトラップを作動したタイミングは扉を開けた時と一緒だったのだろう。桃李さん、死体発見アナウンスが鳴ったのは私たちと一緒にいた時よ。そんなことどうだっていい。裁かれるべき黒はこの俺だ。私が黒は畑見くんじゃない。その可能性はまだ残っているんだよ。それが私たちの答えだ。まだこの裁判を終わらせるわけにはいかない。真実を全て明らかにしなくちゃいけないんだ。そうは言いますがね、議論はすでにし尽くした後ですよ。先ほど議題にした死体発見アナウンスも確たる証拠にはならない。これ以上検証する証拠も意味も特に何もないと思いますがね。島立て、こういう時こそ深呼吸して考えるんだ。なんなら心を鎮めるために俺の恋のまじないに使った宝物を貸してやるぞ。ちょっとついに頭おかしくなっちゃったの。あれはさっさと消してって言ったよね。そっか、それだよ松岡君。なぬ？そうかそうか。島立も光明院さんの素晴らしさを理解する人物だったな。この絵どういうつもり？あんたまで何言ってんの？いや、そうじゃなくって。それで証明できる。キリギリさんの電子生徒手帳、まだこの証拠品について私たちは何も話し合ってないよね。もしかしたらこの生徒手帳にキリギリさんが最後の手がかりを残しているかもしれない。電子生徒手帳だと？どうやって手がかりを残すって言うんだよ。ねえ島立さん、もうおふざけはやめましょう。今回の事件でキリギリさんの取った行動全てを僕は把握しているんですよ。だから断言してあげます。そんなものこの事件と何のつながりもありませんよ。だって彼女は僕の優秀な助手なんだから。電子生徒手帳ね。そんなものが一体何だって言うんですか。この端末に手がかりを残す手段があるとは思えないな。感電のショックで壊れちまってるみたいだしね。
電源がつかへんのやったら中身を確認することもできへんやん。お安いご用よ。だったらもうわかるよな。そんなガラクタなんて何の意味もねえってことだよ。それは違う。もしかしたら写真があるかもしれない。写真？生徒手帳にある写真機能のことだ。モノクロの写真を1枚撮影することができるんだぞ。確かそんな機能があるにはあったけど、なんであなたが得意げなのかしら。まさかまた変装した犯人の写真があるとか言い出すんじゃないでしょうね。ホールドノバ、生徒が撮った写真のデータは全てあなたが管理しているんだったよね。はい。だったらこの壊れた電子生徒手帳で撮影された写真があるかどうかを調べることはできるかな。了解しました。検索中です。しばらくお待ちください。バカげ。写真だと？そんな指示俺はあの女に出しちゃいねえ。そんなものあるわけがない。お待たせいたしました。条件に該当するデータを一つ発見いたしました。あった。本当に美晴は手がかりを残していたんだ。ねえねえ、その写真のデータ俺たちも見ることってできないのかな。できるよね。かしこまりました。これより皆様の電子生徒手帳にそのデータをお送りいたします。どうぞご自由にご覧くださいませ。これは、この写真はダメだよ、島立ちゃん。ここに写ってる右手、こんなあざみたいな跡はキリギリちゃんにはなかった。ってことは、これは犯人の手ってことになるんだと思う。だけど、あたいは昼間、熱海に同じような跡があるのをしっかりと見ちまってるんだ。ってことは、この写真にバッチリ写っとるのは、熱海ってことか？写真に写り込んでいる時計が指しているのは11時57分。停電があった時間帯とも一致するな。残念だったな、ミス島立。まさか最後の望みがミスター熱海を犯人だと示す決定的な証拠になってしまうとはな。やっぱりキリギリさんは残してくれていたんだよ。真犯人への最後の手がかりを。いや、せやからその真犯人はやっぱりハタミンやったんやて。ああ、ほら見てみ、関なんかむちゃくちゃ大笑いして。は？なんだよこれは。これは一体何の冗談なんだよ。あれ？なんか効果抜群って感じ。俺の計画完璧だったはずだ。あいつを制裁するその日のためにヘドが出るほどお気楽な連中とわざわざ付き合ってやったっていうのに、それなのに一体何なんだよこれは。まあまあ冷静になりなよマーリ君。そんなに取り乱すようなことでもないでしょ。ありえない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 。こんなことあっていいはずがない。
ダメだ、完全に我を忘れてるよ。まずはこいつを沈めてやらないと。お座り。お座り？あ、間違った。落ち着いて、関君。どんな間違い方？あんたが落ち着きなさいよ。であり、静まった。これが言霊の力。とにかく、この写真には今までの議論の流れをひっくり返すくらいの致命的なものが写ってるんだよ。それは関君の様子を見ても明らかでしょ。だけどこの写真、普通に見るとむしろ関君に有利な証拠になってるように見えるよね。ある意味正解だよ、鳩山君。多分この写真は普通に見ちゃいけないんだ。これで証明できる。この写真で一番に注目するところは床にあるジュースの缶だよ。ラベルの英語の文字が反転してるんだ。本当だわ。印刷ミスかしら。製造会社に言いつけてやらないといけないわね。あれあれ？でも更衣室に落ちていた缶のラベルは別に反転なんかしてなかったよ。証明できる。もしこの写真が鏡越しに撮影されたものだったとしたら、ラベルの文字が反転していることに説明がつくんじゃないかな。そうか。全てが逆になった写真が撮影されたわけだな。だが結局ミスターハタミのあざのあった手が鏡に映り込んだものを撮った写真だということは変わらないだろう。松岡君が言った通り、この写真が鏡に映ったものだとすれば全てが反転するんだよ。11時57分を指した時計は12時3分になり、この写真に写っているのは右手じゃなくて左手にあざのある人物が真犯人ってことになるんだよ。じゃあ島立たちが現場に駆けつける直前に更衣室に忍び込んでキレギリを殺した真犯人が本当にいたってことか？あんたたち、今すぐ左手を見せな。手袋や包帯をしてるやつは全員素手が見えるようにするんだよ。どういうこと？待ってよ。おかしいでしょ。どうしてあいつが。おいおい、嘘だろ。これってもしかして。島立ちゃんの推理通りなら真犯人さんは左手にあざのある人なんだよね。どうしたミス島立。その真犯人が誰なのかはっきり指摘しないとさっさと逃げられてしまうかもしれないぞ。こんなことって。デイブ君、どうしてあなたの手にそれがあるの？何かの間違いだよね。きっと何か
理由があるんだよね。ああ、そうさ。君の言う通り、ちゃんと理由がある。なんだよ。その理由ってのは。何？大したことじゃないさ。たまたま、慌てた様子で男子更衣室から出ていくミスターハタミを見かけて、不審に思って更衣室の中にデイブも入ってみたというわけだ。その時にデイブも、倒れているミスキリギリを見たのさ。デイブ、あんた前に言ってたよね。人間の女子に触ると呪われる。触った体の部分にジンマシンが出てしまうって。あんたのその手の跡、美晴に触ったってことだよね。汚れた存在である女とはいえ、倒れているものを放置して逃げ出すどこぞの男とデイブは育ちが違うからな。彼女に触れ声をかけたが返事はなかった。その時生きていたにせよ死んでいたにせよ、もう手遅れの状態だと分かった。だからデイブも君たちを呼びに行こうと一度部屋の外に出たが、そこでミスターハタミたちがやってくる気配がした。デイブも一応人間だからな。あの場にいては疑われてしまうと思い、一度身を隠してから後から集まってきた君たちと合流しただけだ。まあ、私でも同じ状況ならそうしたでしょうね。君たちが疑問にしていた死体発見アナウンスの件もこれで納得がいくだろう。ミスキリギリはミスターハタミに感電させられた後、即死することなくしばらく生きながらえていたようだった。デイブが去った後、最終的に息を引き取った。今回のアナウンスの条件は犯人であるミスターハタミ自身を含むものだったんだろう。ミス島立たちが遺体を発見する前、男子更衣室に立ち寄っていたのさ。瀕死のミスキリギリに呼びかけてみたが、遅かりし由良之助。彼女はすでに絶命寸前だった。左手のジンマシンはその時に残ったんだよね。デイブもクラスメートを助けようと必死だった。お前はキリギリを助け起こしただけなんだな。彼女の死を確信した後は部屋を離れたから、現場のものには何も触れていないぞ。ミス島立たちが遺体を発見する前、男子更衣室に立ち寄っていたのさ。瀕死のミスキリギリに呼びかけてみたが、遅かりし由良之助。彼女はすでに絶命寸前だった。左手のジンマシンはその時に残ったんだよね。デイブもクラスメートを助けようと必死だった。お前はキリギリを助け起こしただけなんだな。彼女の死を確信した後は部屋を離れたから、現場のものには何も触れていないぞ。本当にそうなの？デイブ君、その主張は通らないんだ。キリギリさんの電子生徒手帳が壊れている限りはね。ほう。キリギリさんの写真が写しているのは間違いなくデイブ君だ。それはあなたも認めてくれたよね。つまりデイブ君を撮影したキリギリさんの生徒手帳は
畑見くんが関くんの仕掛けた罠を作動させた後は何の問題もなく動いていたということなんだ。だけど今キリギリさんの電子生徒手帳は感電のショックで壊れている。ってことはもう一回あったってことだよね。電子生徒手帳が壊れてしまうくらいの電撃が。それがどうかしたか。君が掲示したのはあくまでデイブが犯人であるという可能性に過ぎない。その電子生徒手帳を壊した原因、それがデイブだという確実な証拠はない。前にも言ったはずだ。ミス島田でこのデイブを打ち負かしたいのなら決定的な証拠を持って挑めとな。そんなことしたくなんかないよ。デイブ君を追い詰めるなんて私にはできない。君ならそう言うだろうと思っていた。友を第一に思う君には友人であるデイブを追い詰めることなど不可能だ。そうだよね。だからあとは任せることにするよ、畑見くん。俺だと？真犯人がキリギリさんを殺す前の状態の男子更衣室を見てるのはあなただけなんだ。畑見くんの無実を完全に証明して真実を明らかにできるのはもうあなたしかいない。だったら私のやるべきことは一つだけだよ。私はあなたを信じる。だからお願い。ミス島立、どうやら頼る人物を間違えたんじゃないのか。頼みの綱のミスター殺人鬼は黙りこくったまま何も反論できないと見えるぞ。そういうお前はいつもよりやけに語るな。やはり陰陽師でも霊界に行くのは怖いのか。さっきまで処刑されることをあんなに望んでいた死にたがりの君に比べればな。そうか。ミスター畑見、ミス島立ができないというのならこのデイブが君に引導を渡してやろう。君も男なら最後くらい全力で挑んでくるがいいさ。
生蔵のような今の君、デイブを言いまかすことができるとは到底思えないがな。真犯人など存在しない。黒はミスターハタミであると君自身も言っていたが、自分が犯人だと散々言っていたながら今さらその手のひらを返すのか。あの女が立証した以上、もう認めざるを得ない。その手のあざがお前が犯人であることを証明している。そんなことは事件とは何ら関係はない。何よりミスキリギリの死因は感電によるものだ。その原因は君が無様に引っかかった罠によるものとしか考えられない。そのような特殊な死因を引き起こすことができる凶器、あの延長コード以外存在しないのだからな。その言葉断ち切る。被害者を感電させる凶器、それは延長コード以外にもあったはずだ。以前の裁判の時と同じ。またただのハッタリだな。君たちと違ってデイブはミスキリギリの遺体を見張るために現場に残っていたから断言できる。あのコード以外男子更衣室に電気が流れるようなものは置いていなかったぞ。それはあくまであの女が殺された後の話だろう。俺は確かに記憶している。凶器の条件に合うもう一つの武器。被害者であるあいつがスタンガンを所持していたことをな。ルンルンがそんな物騒なもん持つわけないやろ。ハタミンの嘘とちゃうんか。きっと嘘なんかじゃないと思う。そうだよね関君。私と一緒に捜査をした時、あなたが一度だけ動揺を見せた時があった。あれって本来はそこにあるはずだったものがなかったことに驚いていたんじゃないの。多分関君は畑見君が回収してしまったものだと思ってたんじゃないかな。だから今まで大して気にも留めなかった。じゃあそのスタンガンって結局今どこにあるの？更衣室にはなかったってことなんだよね。そうよ、肝心の証拠がないんじゃどうとだって言えるわ。犯人が俺が部屋を出て帰ってくるまでの数分の隙を狙ってチビを殺したのなら、当然そいつには証拠隠滅の時間はなかったことになる。そしてお前は庭師の野郎と共に遺体の見張り役を任されていたな。そうなると裁判が始まるまでの間も証拠を処分する隙はなかったはずだ。さらに言えばお前は前回の裁判で疑わしいと感じた陸上女の証拠品を徹底的に調べ上げたと証言していた。そうだったな。確かにあの時デイブは苦手な女子のミルクを一緒に同行させてまで私の部屋を調べたらしいけど、それが一体何だっていうの？その発言でさらに確信が持てた。この男は慎重かつ用心深い性格だ。そういう類の人間が重要なものを隠すときはその場所は限られているんだよ。最も身近な場所、凶器のスタンガンは今もまだお前自身が所持しているな。今もってマジかよ。
一連の流れを整理する。今回の事件は俺に因縁のある奴によって巻き起こされたものだ。だが、事件の全貌をいち早く知り、その不利を得ようとした真犯人とも呼べる人物がいた。偶然だったのか、何らかの訳があったのか。俺が男子更衣室を出たのを見計らった後、その男も部屋の中に入り、倒れている探偵の女を発見した。そしてその体に触れることでそいつがまだ生きていることに気づいた。その時思いついたんだろうな。自分が今この女の息の根を止めれば、この事件を乗っ取った完全犯罪を起こすことができると。だから現場に落ちていたスタンガンで女を殺した。あのチビは俺のせいで瀕死の状態だった。スタンガン程度の電流でも容易にとどめを刺せたはずだ。あとは誰かに見つからねえように凶器を持って部屋を抜け出し、他の連中が集まってくる時間を見計らって合流するだけだ。あまりにも単純すぎる犯行だが、殺人を乗っ取る相手が完璧な計画を練っていればいるほどこの威力は増す。この事件の首謀者が勝利を確信し大演説を行っている横でゴーストのように身を潜ませていれば、自分は自然と裁判に勝つことができるんだからな。認めてやるよ、マスダ F デイビッド。お前がこの事件の真犯人だ。スタンガンを持ち出した理由は大方予想がつく。あくまでも死因は俺が作動させてしまった延長コードの罠による感電だと印象づけることが目的だったんだろう。その上、前回の裁判では指紋の検証もあった。万が一のことも考えて持ち出してしまう方が一番安全とも言える。唯一お前がついていなかったことは遺体の見張り役を任され、たった一つの証拠を隠滅する時間がなかったことだ。だったら慌てて証拠を処分した時に下手にその痕跡が見つかるより、自分の目の届く範囲に置いておくのが一番だと考えるのが筋ってもんだろう。その着物ならある程度のものを怪しまれずに隠すことは可能だろうな。お前の悪運もここまでだ。ああ、こんなものさっさと捨ててしまえばよかった。何度もそう思ったはずなのに、どうしてだろうな。結局最後の最後までこの厄介者を手放す気にはなれなかった。まったくとんだ貧乏症になったものだ。スタンガン、本当に持っていたのね。デイブ君、どうして？見事なものだな、ミスターハタミ。君のその推理、対象者をよく観察し理解しようという心がないとできないものだ。いや、数々の人間を知り様々な考え方を受け入れることができるものの推理だと言っておこうか。お前。さて、哀れなヒロインの犠牲のもとに自分の正義を証明しようとしたヒーローと自分の悪を証明しようとしたヴィラン、その二人の意志は
たった一人のモブによって全てをぶち壊しにされていたことが分かったわけだが、このつまらない話をどう終わらせるかは君たちに任せるとしようか。そんなに死にてえってんなら、お望み通りまずはお前をぶち殺してやるよ。おい、さっさと始めやがれ。お待ちかねの投票タイムですね。いいでしょう。では始めましょうか。かしこまりました。それでは皆様、お手元のスイッチで投票をお願いします。また投票する際は必ず投票してください。投票をなさらない方は学園長から生徒とみなされず罰を受けることになります。投票の結果、黒となるのは誰か。その答えは正解なのか不正解なのか。さあどうなんだ。